VR 生まれーターを応用して開発されたあくまで学園生の息抜きのための装置である幼馴染ジェネレータでトレーナーと幼馴染だった存在しない過去を楽しむビルシーナ。今日もお疲れ様、シーナ。はい、お兄さんもお疲れ様でした。それにしてもこうしてお兄さんと一緒に過ごせる日がまた来るとは夢にも思っていませんでした。そうだね、日本に帰るかもわからなかったもんな。お兄さんが引っ越しする時なんて3人でワンワン泣いていましたものね。シーナが泣いたのを見たのはその時と、あとあの時だけかな。あの時。そんなこともありましたね。シーナも覚えてた？もちろん。お兄さんの口から私が泣いたあの時と聞けばその光景が脳裏にすぐ浮かんできますもの。シーナ、ビブロスと喧嘩したんだって？お兄さん。隣、いいかな？はい、どうぞ。シュバルが心配してたよ、シーナのことを。シュバルが。ああ、もちろんシーナだけじゃなくてビブロスのこともね。わかってますよ、シュバルは優しい子だから。シュバルから二人が喧嘩したと聞いた時は本当に驚いちゃったよ。シーナ、ここはシュバルのことも考えてビブロスと仲直りしたらどうだい？そう、ですよね。私が一番の姉なのに、妹に心配させるなんて。シュバルだけじゃないよ。え？俺も心配だからさ。お兄さんもですか？幼馴染の仲良し姉妹が喧嘩したんだ。心配するのは当然だよ。そもそも何が原因なの？原因？教えてくれるかい？お兄さんです。俺？はい。ごめんシーナ、心当たりはないんだけど。知らぬ間に俺が何かやっちゃってたの？謝るよ。いえ、お兄さんが謝ることはないんです。ほら、お兄さんと私たち姉妹が一緒に行動をするときには大体の場合お兄さんと私でシュバルとビブロスの面倒を見る形になっていたでしょう？ああ、そうだね。その構図が私たち二人だけ大人びているように思えて羨ましく感じたのだろうと今ならわかるんですけど。お姉ちゃんはずるいよというビブロスの言葉についカチンときて声を荒げてしまって。そっか。ビブロスには悪いことしたわ、謝らないといけないわね。ごめんなさい、私行きますね。シーナ、待ってくれ。はい？シーナはどうして怒ったの？私が怒った？シーナが自分で言ったじゃないか、ビブロスの言葉についカチンときたって。言いましたけど。どうしてカチンときたんだい？それは、確かにビブロスからすれば俺とシーナは年上だし大人びて見えるかもしれない。自分は子供なのにシーナは大人な事実にビブロスがずるいと口にしたとしてもだ。はい。普段のシーナだったらそう言われたとしてもビブロスを上手になだめるだろう？やっぱり俺はシーナが心配だ。いつもと様子が違うじゃないか。シュバルもビブロスもだがシーナだって俺にとって大切な存在だ。俺はそんなシーナの力になりたいんだよ。ずるいと思っていたのは私もだから。え？ビブロスはお兄さんによく懐いていますよね。まあそうだね。無理なお願いをたしなめることもありますけど大体は笑って聞き入れてあげてますし。甘え上手のビブロスと一緒にいる時のお兄さんはよく笑っています。でもビブロスは以前からあんな感じじゃないか？それなのにどうして？私だってお兄さんに甘えたいのに。シーナ？ずっとビブロスが羨ましかった。自分を素直に出して甘えられるビブロスが。でも我慢してた。だって私は姉だから。それなのに。私ばっかりずるいだなんて言われたから。落ち着いた？はい。ありがとう、よく話してくれたね。最低ですよね。姉失格だわ。シーナは偉いな。偉い？そうとも。だってシーナは自分よりも妹を優先して我慢していたんだろう？最低なもんかよ、立派なお姉ちゃんじゃないか。私が立派。そして俺からすれば可愛い妹さ。妹が兄に甘えるのはおかしなことじゃない。つまりシーナが俺に甘えることもおかしなことじゃないんだ。でも、それでも私は姉だから。ははは、本当にシーナは真面目だな。けど今はどう？今？ここにいるのは俺とシーナだけだ。シュバルもビブロスもいない。シーナが二人の前でお姉ちゃんでいたいのはよくわかるよ。
でも二人もいない俺の前だけでは姉じゃなくて妹になってもいいんじゃない？それは、そうなんでしょうけれど。そうできない理由でもあるの？それなら聞かせてくれないか？いいんだよ、本音を語ってくれて。私がビブロスみたいに甘えるのはやっぱり恥ずかしいというか。別にビブロスみたいにじゃなくてもいいさ。なんというかさ、もっとお姉ちゃんから離れてリラックスすればいいんだよ。それなら。どう？できそう？だったらお願いがあります。可愛い妹のお願いは聞かないわけにはいかないな。ビブロスみたいに呼んでいいですか？お兄ちゃんって。あの一件があってから椎名はたまにわがままを言ってくれるようになったけどお兄ちゃんって呼んでくれたのはあの時だけだったね。もういいじゃないですか、その話は。過去の私ってば大胆すぎよ。でも今も頑張りすぎてる気はするからたまには気を抜いてもいいと思うよ。そう言われてしまうと返す言葉がありません。返す言葉ならあるんじゃないか？え？二人の時は言ってもいいからな。お兄ちゃんって。ダメ。言いたい。そう呼びたい。お兄ちゃんって言いません。今は大事な時期ですから。悪かったって、そう怒らないでくれよ。まったく、からかうのはやめてくださいね。別にからかっちゃいないさ。俺は本当にお兄ちゃんって呼んでほしいんだけどな。じゃあ、それはまたいずれ。楽しみにしてるよ。頑張りなさいよ、未来の私。幼馴染ジェネレータを終了します。幼馴染ジェネレータを終了します。本ジェネレータはフィクションです。本ジェネレータはフィクションです。本ジェネレータでの関係性はあくまで仮想空間内だけのものです。現実での関係性に影響を及ぼすことはありません。本来の関係を遵守してください。現実が変わることはありません。久しぶりだな近畿のマシン。没入感がすごかったね。本当に。仮想空間内ではトレーナーさんが本当に幼馴染だった気がしていましたもの。俺もだよ。噂には聞いていたが VR ウマレーターを応用した幼馴染ジェネレータの性能は驚嘆に値するな。どう？いい息抜きになった？そうですね。ならよかった。幼馴染ジェネレータは効果ありだな。そう、ここは現実。トレーナーさんはトレーナーさんでありもうお兄さんではないんだ。現実でもお兄さんって呼べたらいいのに。シーナが頑張りすぎだと思ってるのは本当だから今日みたいな息抜きはいくらでも付き合うからね。今椎名って言いましたよね。ははは、どうかな？もう、トレーナーさんったら。そうだ、それなら。次椎名って呼んだらお兄ちゃんって呼びますからね。わかったよ。ともかくリフレッシュできたようだし次のレースに向けて頑張ろうな。椎名。頑張りましょうね、お兄ちゃん。もしもし三女神。これいいの？逆に何がダメなんだよ、殺すぞ。三女神様は何も禁止なんてしてないのよね。幼馴染プレイをシミュレーションして存在しない記憶を植え付けて現実世界に幼馴染を生み出してしまうとは幼馴染ジェネレータの名は伊達じゃないぜ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。